ぷり解説。明日誰かに話したくなる健康雑学ランキングトップ10。ねえマリサ、最近健康にいいことって何かしてる？もちろんだぜ。健康は小さな積み重ねがめちゃくちゃ大事なんだ。例えば笑うだけで免疫力が上がるって知ってたか？これ、実は医学的にもきちんと証明されてるんだぜ。笑うだけで、そんな簡単なことで体にいい影響があるなんてびっくりだよ。もっと教えてほしいな。他にも、お風呂に入るだけで血圧が下がるとか、朝の水一杯で代謝がぐっと上がるとか、意外と知られてない雑学がたくさんあるんだぜ。今日はそんな明日誰かに話したくなる健康雑学をランキング形式で紹介するぜ。わあ、それ絶対知りたい。簡単にできるなら、今日から試してみたくなるね。第10位。笑うだけで免疫力がアップするって本当？ねえマリサ、よく笑うと健康にいいって聞くけど、本当にそんな効果あるの？もちろんだぜ。結論から言うと、笑うだけで免疫力が上がるって、ちゃんと科学的に証明されてるんだぜ。そんな簡単なことで体が強くなるなんて信じられないよ。どうして笑うだけで免疫が良くなるの？理由はな、笑うとナチュラルキラー細胞っていう免疫細胞が活性化するからなんだぜ。ナチュラルキラー細胞っていうのは、体の中で癌細胞やウイルスを攻撃する、体内の警備員みたいな存在なんだ。しかも、笑うことでストレスホルモンのコルチゾールが減って、リラックス効果も得られるんだぜ。体の中に警備員がいるって、なんだか心強いね。でも、笑うだけでそんなにすごい変化が起こるの？ああ、実際に日本の研究チームが実験をしてて、お笑いライブを見た人たちの血液を調べたら、ナチュラルキラー細胞の働きがしっかり活性化してたって報告されてるんだ。さらに、血糖値も安定する効果があったというデータもあるぜ。すごい、笑うだけでストレスにも効いて、血糖値にもいい影響があるんだね。それなら毎日たくさん笑いたくなるな。そうだろ？他にも、笑うことで血流が良くなったり、脳内でエンドルフィンっていう幸福感をもたらす物質が分泌されたりするんだぜ。エンドルフィンは、痛みを和らげたり、気分を良くしたりする超重要なホルモンなんだぜ。笑うって、ただ楽しいだけじゃなくて、体にもいいことがいっぱいあるんだね。だから結論は、笑うことは最高の健康法ってことだぜ。何も特別な準備はいらないし、今日からでも始められる最強のセルフケアなんだぜ。第9位。コーヒーは1日何杯までが健康にいい？マリサ、コーヒーって体にいいって聞くけど、どれくらい飲めばいいのかな？いい質問だぜ。結論から言うと、コーヒーは1日3、4杯までが健康にいいって言われてるんだぜ。これ以上飲みすぎると、かえって体に負担をかけることになるから注意が必要なのぜ。3、4杯か。それ以上飲んだらどうなるの？理由はな、コーヒーに含まれるカフェインが関係してるんだぜ。カフェインには覚醒作用があるけど、取りすぎると不眠症になったり、心拍数が上がったり、場合によっては不安感が強まることもあるんだぜ。なるほどね。適量ならいいけど、飲みすぎるとリスクがあるんだね。じゃあ、適量ならどんなメリットがあるの？例えば、2型糖尿病のリスク低下、肝臓の病気予防、さらに心血管系疾患のリスクも下がるって研究が報告されてるぜ。特にアメリカとヨーロッパの大規模調査では、コーヒーを適量飲んでる人は、死亡リスクが10から15%も低かったってデータがあるんだぜ。すごい。コーヒーってただの眠気覚ましだと思ってたけど、健康にもすごくいいんだね。そうだぜ。さらに、コーヒーに含まれるクロロゲン酸っていうポリフェノールには、抗酸化作用があって、老化防止や生活習慣病予防にも役立つんだ。だけど、砂糖やクリームを入れすぎると逆効果だから、ブラックで飲むのがおすすめなのぜ。ブラックコーヒーならカロリーも気にしなくていいし、健康効果もバッチリだね。その通りだぜ。だから結論は、コーヒーは1日3、4杯、無理せずブラックで楽しもうってことだぜ。でも、カフェインに敏感な人や妊婦さんは特に注意が必要だから、自分の体調に合わせるのが一番大事なのぜ。第8位。睡眠時間が6時間以下だと脳は酔っ払った状態になる。ねえマリサ、
最近ちょっと寝不足なんだけど、やっぱり体に悪いのかな？ああ、寝不足はマジでやばいぜ。結論から言うと、睡眠時間が6時間を切ると、脳の働きが酔っ払った時と同じくらい低下するんだぜ。本当に？お酒飲んだ時みたいになっちゃうの？そうだぜ。理由はな、睡眠不足になると脳の前頭前野っていう判断や集中力を司る部分がうまく働かなくなるんだ。これって、酔っ払い状態とすごく似た影響なんだぜ。うわぁ、それって日常生活でも影響出そうだね。具体的にはどんな風になるの？例えば注意力が散漫になったり、感情のコントロールが難しくなったりするんだぜ。アメリカの研究では、6時間以下の睡眠が続くと、交通事故のリスクが2倍以上になるってデータもあるんだぜ。怖い。ただ眠いだけじゃなくて、そんなに危険なんだね。そうなんだぜ。さらに、慢性的な睡眠不足は認知症や生活習慣病のリスクまで高めるって言われてるんだ。たかが睡眠不足、されど睡眠不足なんだぜ。なるほど。じゃあ、やっぱり6時間以上は寝た方がいいんだね。その通りだぜ。結論としては、6時間以上の十分な睡眠をとることが、健康と安全のためにめちゃくちゃ重要ってことだぜ。忙しくても、睡眠時間は絶対に削っちゃダメだぜ。第7位、人参は生より加熱した方が栄養が取れる？ねえマリサ、人参って生で食べた方が健康にいいって思ってたんだけど、違うの？いい質問だぜ。実は人参は加熱した方が栄養を効率よく取れるんだぜ。そうなの？火を通すと栄養が減っちゃうイメージがあるけど、その気持ちはわかるけど、人参の場合は違うのぜ。理由はな、人参に多く含まれているベータカロテンって栄養素が関係してるんだ。ベータカロテンって、体の中でビタミン A になる栄養素だよね。どうして加熱した方がいいの？ベータカロテンは細胞の中にぐっと閉じ込められてるから、生のままだと吸収されにくいんだ。でも加熱すると細胞壁が壊れて、体に取り込みやすくなるんだぜ。なるほど。加熱することで吸収率がアップするんだね。具体的にはどれくらい違うの？加熱することでベータカロテンの吸収率は2倍以上になるって言われてるぜ。しかも油と一緒に調理すると、さらに吸収率が上がるんだぜ。だから、人参を炒めたり、シチューに入れたりするのはめちゃくちゃ理にかなってるんだ。へえ、知らなかった。サラダに生で入れるのもいいけど、加熱して油と一緒に食べた方がずっと効果的なんだね。その通りだぜ。結論は、人参は加熱と油で食べると栄養を最大限に活かせるってことだな。毎日の食事にちょっと工夫を加えるだけで、健康効果がぐっとアップするんだぜ。第6位、お風呂に入るだけで血圧が下がる？ねえマリサ、お風呂に入るとリラックスできるけど、血圧にもいい影響があるって本当なの？その通りだぜ。結論から言うと、お風呂に入るだけで血圧が下がるって研究結果もちゃんと出てるんだぜ。ただお湯に浸かるだけで？どんな仕組みなの？理由はな、温かいお湯に浸かることで血管が広がるんだ。血管が広がると血液の流れがスムーズになって、心臓にかかる負担が減る。それで自然と血圧も下がるんだぜ。そんな簡単なことで血圧に変化があるんだ。どれくらいの時間お風呂に入ればいいの？目安はだいたい15分くらいだな。ぬるめのお湯、だいたい38度から40度ぐらいが理想だぜ。熱すぎると逆に心臓に負担をかけるから注意なのぜ。たった15分でいいなら、毎日続けられそうだね。具体的にどんな効果が期待できるの？例えば血圧の安定、ストレス軽減、睡眠の質向上だな。さらに、お風呂に入ることで副交感神経が優位になって、リラックスモードに切り替わるんだぜ。これがまた体にも心にもいい影響を与えるんだ。すごい。お風呂ってただ気持ちいいだけじゃなくて、体全体にいいことずくめなんだね。その通りだぜ。だから結論は、お風呂に毎日15分浸かるだけで、血圧をはじめ心身ともに健康になれるってことだな。今日からぜひ試してみてほしいのぜ。第5位、朝食抜きは本当に体に悪い？ねえマリサ、朝ってバタバタしてて、つい朝ごはん抜いちゃうことがあるんだけど、やっぱ
ぱり体に悪いのかな？結論から言うと、基本的には朝食は取った方が体にいいっていうのが一般的な考え方だぜ。ただし、必ずしも全員に当てはまるわけじゃないんだぜ。へえ、意外。朝食を抜くとどんな影響があるの？理由はな、朝食を抜くと血糖値が不安定になりやすいんだ。特に朝ごはんを抜いた後にドカ食いしちゃうと、血糖値が急上昇して、その後急降下する。この乱高下が体にストレスを与えるんだぜ。なるほど。血糖値が乱れると疲れやすくなったり、集中力が落ちたりするって聞いたことあるよ。その通りだぜ。実際、朝食をしっかりとっている人の方が、心臓病や2型糖尿病、肥満のリスクが低いってデータもあるんだぜ。ただし、近年は16時間断食みたいな健康法も注目されてるから、一概に絶対ダメとは言えないんだ。断食もありなの？なんだか複雑だね。ポイントは、自分の生活スタイルや体調に合った方法を選ぶことだな。毎日忙しくて朝食を無理に食べるのがストレスなら、無理しない方がいい。でも、朝食を取ることでエネルギーをチャージできる人は、ちゃんと食べた方がパフォーマンスも上がるんだぜ。なるほど。結局は自分に合ったリズムを見つけることが大事なんだね。その通りだぜ。結論としては、朝食を取るメリットは大きいけど、自分の体調とライフスタイルを見ながら判断するのがベストってことだぜ。第4位歯磨きは虫歯予防だけじゃない。心臓病予防にも。マリサ、歯磨きって虫歯を防ぐためにするものだと思ってたけど、心臓にも関係あるって本当なの？ああ、本当だぜ。結論から言うと、歯磨きは心臓病のリスクを減らすためにも重要なんだぜ。歯と心臓ってそんなに関係してるの？意外すぎる。理由はな、口の中に溜まった細菌が血流に乗って全身に広がると、血管の炎症を引き起こすことがあるからなんだ。これが動脈硬化を進めて、心筋梗塞や脳卒中のリスクを高めるって言われてるんだぜ。口の中の細菌がそんな怖いことになるなんて、知らなかったよ。具体例を挙げると、歯周病にかかっている人は、健康な人に比べて心臓病のリスクが 1.5 倍から2倍も高くなるってデータがあるんだぜ。だから歯磨きや口腔ケアは単なるエチケットじゃなく、健康管理の一環なんだぜ。なるほど。ただの虫歯予防じゃないんだね。歯磨きって、もっと大事な役割があるんだ。そうなんだぜ。しかも、きちんと歯を磨くことで、糖尿病や認知症のリスクも下げられるって研究も出てるからな。朝晩の歯磨きは、健康への投資だと思って絶対サボっちゃダメだぜ。毎日の習慣が体全体の健康に直結してるんだね。今日からもっと丁寧に歯を磨こうっと。その通りだぜ。結論は、歯磨きは全身の健康を守る第一歩ってことだな。面倒くさがらずに、しっかり続けていこうぜ。第3位、水を飲むタイミングで健康効果が変わる。ねえマリサ、水をたくさん飲むと体にいいって聞くけど、飲むタイミングも大事って本当なの？その通りだぜ。結論から言うと、水を飲むタイミングによって得られる健康効果が変わるんだぜ。ただ飲むだけじゃダメなの？具体的にどんなタイミングがいいの？理由はな、体の状態に合わせて水分を補給することで、代謝を促進したり、内臓をサポートしたりできるからなんだ。タイミング次第で効果が全然違うんだぜ。知らなかったなぁ。例えばいつ飲むといいの？まず朝起きた時にコップ1杯の水を飲むと、寝ている間に失った水分を補えるし、腸の動きを活発にして便秘予防にもなるんだぜ。あとは食事の30分。満腹感が得られて食べ過ぎ防止にもなるんだ。へえ、朝と食事前に水を飲むのって、そんなに体にいいんだね。さらに、寝る前に少量の水を飲むと、夜間の脱水を防げるんだぜ。ただし飲みすぎると夜中にトイレに行きたくなるから、コップ半分くらいがベストだな。なるほど。たくさん飲めばいいってわけじゃなくて、量とタイミングを考えるのが大事なんだね。その通りだぜ。結論は、水を賢く飲むことで体の調子を整えられるってことだな。今日から意識してタイミングを工夫してみてくれよな。第2位、野菜ジュースでは野菜不足は補えない。
ねえマリサ、よく野菜ジュースを飲めば野菜不足は大丈夫って言われるけど、本当にそれで足りるの？結論から言うと、野菜ジュースだけでは完全に野菜不足を補えないんだぜ。毎日飲んでれば安心だと思ってたのに。理由はな、野菜ジュースを作る過程で、食物繊維や一部のビタミンがかなり失われてしまうからなんだぜ。特に食物繊維は、ジュースにすると取り除かれてしまうことが多いんだ。食物繊維って、お腹の調子を整えたり、血糖値の上昇を抑えたりするのに大事なんだよね。その通りだぜ。だからジュースだけだと、野菜に含まれている本来の健康効果を十分に得ることは難しいんだ。しかも市販の野菜ジュースには砂糖や塩分が添加されていることもあって、飲みすぎると逆に健康に悪影響が出る場合もあるんだぜ。野菜ジュースって体に良さそうなイメージだったけど、注意が必要なんだね。もちろん、忙しい時の補助的な役割として飲むのはありだぜ。でも、やっぱり生の野菜をしっかり食べることが基本だな。サラダや蒸し野菜なら、栄養素も食物繊維も丸ごと取れるからおすすめだぜ。なるほど。結局、野菜ジュースは完全な代わりにはならないんだね。その通りだぜ。結論は、野菜ジュースはあくまで補助。基本は生の野菜をしっかり食べようってことだな。第1、幸せホルモンセロトニンを増やす簡単な方法とは？ねえマリサ、幸せホルモンって呼ばれるセロトニンって何なの？それに、簡単に増やせる方法があるって聞いたけど。いい質問だぜ。結論から言うと、セロトニンはちょっとした習慣で増やせるんだぜ。難しいトレーニングとかしないといけないのかと思ってた。理由はな、セロトニンは脳内で心を安定させたり、リラックスさせる働きを持ってるんだけど、特殊なことをしなくても自然に分泌量を増やせるんだ。ポイントは、日常の中で意識的に取り入れることなのぜ。具体的にはどんなことをすればいいの？まず一番簡単なのは朝日を浴びることだぜ。朝、太陽の光を浴びると脳がリセットされて、セロトニンの分泌が活性化するんだ。さらに、リズム運動、つまり一定のリズムでウォーキングしたり、ガムを噛んだりするのも効果的なんだぜ。朝日を浴びるだけでいいの？それならすぐできそう。そうだぜ。あとはバランスの取れた食事も大事だな。特にセロトニンの材料になるトリプトファンっていうアミノ酸を含む食材。例えば納豆、バナナ、チーズなんかを意識して摂るといいんだぜ。納豆やバナナってそんなに役立つんだね。健康にも良さそう。その通りだぜ。だから結論は、朝日を浴びるリズム運動トリプトファンを摂るの3つを意識すれば、自然にセロトニンが増えて毎日がもっとハッピーになるってことだぜ。まとめ、総評。今日は明日誰かに話したくなる健康雑学をたっぷり紹介してもらったけど、どれも本当に面白かったね。そうだろ？ちょっとした知識だけど、意識するだけで体や心にすごくいい影響があるんだぜ。笑ったり、お風呂に入ったり、コーヒーを適量飲んだり、どれも今日からできそうなことばかりだったのが嬉しかったな。そうなんだぜ。特別な道具もいらないし、ちょっとした工夫だけで自分をもっと健康にできるって最高だよな。今日覚えた雑学、早速誰かに話してみたくなっちゃった。ぜひ広めてくれよな。そして自分自身の生活にも取り入れて、心も体ももっと元気になっていこうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。